生存者の話をしよう。イエーイ。久しぶりの生存者テーマです。私、ログイン753日目での生存者の状況がこちらです。総人数384人中382人、あと2人。生存者のことをあまり知らない人は、この動画で重要な生存者とそうでない生存者を理解できます。育成アイテムの生存者トークンは地味に手に入りにくいアイテムなので、使える生存者を知って育成すべき生存者を見極めてください。ラストワンがもう長いよって方は、一緒に生存者の所持状況を比べてみましょう。750日の所持状況、こんな感じです。手に入っていない2人のキャラなのですが、1人はシェディ。1500円使えば解放することができます。決してコスパの悪い買い物ではないのですが、すごくいいとも思わないので、なんとなく取ってないです。もう1人はメレテ。入手方法が彼女は謎です。生存者募集のラインナップにも存在していません。ビジュアルはシーズン3の砂星の鱗交換所で出てきた美女ですが、いつか手に入るのでしょうか。キャラがコンプできずに穴が開くのは少し気持ち悪いですね。勤務地別に強い生存者を紹介していきます。まず、科研センターです。科学者は当たりの生存者です。科学者は研究スタート時の研究時間を短縮してくれるので、最も強い科学者4人をこの動画の手順のように複数の研究所で使い回すことができます。この使い回し、以前はちょっと面倒だな、もう適当でいいかなと思っていた頃もありましたが、最近研究日数が重たくなってきて、ちゃんと付け替えるようにしてます。連盟協力センターに派遣できる弁護士は超絶大当たりキャラです。私の場合、かなり UR 弁護士の星の強化も進んできて、最大回数34回、1協力あたり1時間10分まで短縮することができるようになりました。初心者の方は知っておいてほしいのですが、弁護士は SSR を使った方が効果が高くなることがあります。というか、ゲームを始めてしばらくは SSR 弁護士にめっちゃお世話になります。この2つのパターンを知っておいてください。こっちはオール UR 弁護士ですが、左のキャラの星が弱めです。一方こっちは左のキャラが SSR ではありますが、星4まで育っています。協力を受けられる回数は左の方が多いのですが、協力可能時間は右が長いです。この2つの使い分け、すっごくざっくり言うと、時間の長い時は回数重視、時間の短い時は時間重視、こういった体制で弁護士を派遣して使っていくと良いです。その時間の長い、短いはどこで判断できるのか、この表を参考にするとざっくりと調べることができます。例えば、非協力可能時間が28分くらいの人は、4日以上の研究や建造をするときは回数重視の体制に切り替えた方がお得です。協力の仕組みに関してこちらの動画でかなり詳しく話していますので、細かいところまで気になる方は概要欄から調べてみてください。本部にはテイラーとシャリーを派遣できます。2人とも VIP のページでパックを買うと開放することができ、特にテイラーはプレイ日数が長くなるほど恩恵が大きくなり、その効果は絶大なので、開放だけでも早めにする価値はあります。がっつりお金を入れられる人は23,000円ほど使うと、テイラーのランクを星4にでき、毎日もらえる報酬がとても豪華になるので、初期投資だと思って突っ込んでも良いでしょう。シャリーは戦力に妥協をしない人はとっても良いですが、もう本当にトップ層だけでいいんじゃないかなと思っています。攻撃力アップの効果は汎用的で良いのですが、解放時の上昇値もしょぼいので、あまり強くする価値がないように感じます。
統率力の上昇は貴重なスキルではあるのですが、これも微々たるものです。加えて、統率アップは平時コストの増大とも言えるので、半端なプレイヤーの場合、シャディは本当に必要ないでしょう。建築作業小屋に派遣できる作業員は時短になるので強化をしています。彼らはちょい当たりって感じですね。弊社に派遣できる教官は一見効果が強そうですが弱いです。一度に訓練できる人数が増えるのですが、育成コストが変わるわけではないので、教官はあまり意味がないと思っています。一度に大量に長時間の育成を実行できるため、ログアウト時間が長くても時間を無駄にすることなく兵士を作れるみたいなことをメリットと考えることもできますが、この動画を見ている人はおそらく4時間ごとにそわそわする体になっていると思うので、やっぱりメリットはないです。病院に派遣できる看護師はちょい当たり生存者です。激しい戦闘になるほど病院のキャパは大きい方が安心して戦えます。彼らは手に入ったら強化をしておいて良いキャラです。兵士訓練場に派遣できる軍曹はかなりの当たりキャラです。訓練場の人数を増やしてくれるので、戦場イベントでいっぱい遊べるようになります。私今戦争指導者なので、スキルによって訓練所の人数より増えていますが、61,868 人も収容可能になっています。農地の労働者、鉄鋼の労働者、金鉱の労働者はいずれも安定の強さですね。進んで強化をしておいて良いでしょう。エンジニアの場合は急速生産の獲得資源量も高くなります。酒場のスタッフは生存者トークンに余裕があれば強化する感じでいいです。装備工場のメカニックは強化しなくていいです。武装トラックの漁師は強いですね。彼らは強化しておきましょう。倉庫番の皆様は軒並み必要ないので放置していて OK です。生存者の数を増やしたり強化をするにはもうコツコツ長期間やっていくしかないです。リップ商店や課金アイテムにも生存者募集券ありますが、コスパが悪いので取るのはやめておきましょう。ただ、連盟交換所に毎週配置されている生存者トークン、これだけは毎週必ず獲得しておいた方がいいです。私も毎週獲得して強化する生存者を厳選しているにもかかわらず枯渇気味なので、毎週必ず忘れないように交換しておきましょう。この生存者の状況を見ていただけると分かる通り、ゲームが進んでいくと UR 生存者または一部のランクの高い SSR 生存者しか使わなくなります。個人的に生存者ランキング作ったので、生存者トークンは計画的に使っていきましょう。ちなみにエンジニアのスキル、来たれ生存者はいらないと思っています。UR 生存者が出れば良いのですが、マジでいいのが出ません。あと、これは皆さん当たり前の日課かもしれませんが、1日1回レベル160以上の週末の流浪者をやっつけると生存者を獲得でき、超低確率ではあるのですが UR 生存者も出ます。私はまだ出たことがないので幻だと思っています。はい、というわけで今回は久しぶりにですね、生存者の育成状況の共有、そして強い生存者、強化しなくてもいい生存者についてでありました。この動画が良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければ生存者について悩んでそうな方にこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。倉庫番を中心に不要な生存者がいっぱいいるので、彼らをバラバラにして生存者トークン、または生存者の汎用かけらとかになったらいいなと思っています。ただ、生存者をバラバラに分解するというのは倫理観的にダメなのでしょうか。